柏大輔と申します。音楽家をしております。昔高畑不動のすぐそばに住んでいたことがあって、よく散歩とかお参りとかお祭りとかそういう機会があるごとにちょこちょこ行っていました。東京でもすごく有名なお寺で子どもの七五三とかそういう行事の時に行ったりとか、お参りするところもいろいろありますし、あととても自然が豊かな場所なので、紫陽花を見に行ったり、秋には紅葉を見に行ったり、そういう自然をすごく感じられる場所でもあります。東京では特にそういう音がない場所っていうのは珍しいと思うので、静かな場所に行くことによって逆にそのインスピレーションというか、純粋に自分の音楽のことを考えれたりとかすることはできます。いろんな音楽を作るんですけど、いわゆるオリエンタルなというか、ちょっと日本のちょっと雰囲気のするメロディーとかがすごく好きで、そういうのはお寺とか神社とかそういう景色だったりとか、あともみじとか日本のものを見ることによって何かそういうイメージだったりとか、すごく音楽に反映することはあります。お寺の後ろに地方巡業ができるようなお地蔵さんが88個置いてあって、あそこをずっと山道をお地蔵さんを巡りながら子供をおんぶして回ったりとかしてて、あの道はすごく自分の中でも思い出に残っています。ふれあい橋は高畑不動尊からすごく近くて、88っていうピアノだけのアルバムを作った時にすごく行き詰まって悩んでたちょっと時があって、その時によくあそこの川に行って作りかけの作品を持って行ってイヤホンで聴きながら、これからどういう風に進めていったらいいんだろうとかっていうのをすごく考えてました。川とか水の流れとかを見ながら、この先どういうふうに作っていけばいいんだろうなとか、どんな曲を作っていったらいいんだろうとか、そういうことをすごく考えてた場所で、だから自分にとってもすごくその時のことってよく覚えてて、すごく苦しかったんですけど、自分にとっても思い出深い場所です。僕が新海誠監督の作品のすごくファンで、純粋に自分の作品も聴いてもらいたいっていう何か思いがあって、セカンドとかを出してる時からちょっとお送りさせていただいてたんですけど、琴の葉の庭をちょうど監督が作られてた時にその88っていうアルバムをよく聴いてくださってたみたいで、それがきっかけで映画の音楽を担当することになりました。合ってるかも。鳴神の少し豊見て差し曇り雨も降らんか君をとどめ。雨が一つのテーマになってる作品なので、監督が僕のそのアルバムを聴いてくださった時に、すごくピアノの音が雨が落ちてくるパラパラっていう音のようだっていうふうにおっしゃってたので、それが一つすごく
映画と音楽がシンクロした一つのきっかけだったのかなっていうのは思いますね。じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。その日が関東の梅雨入りだった。新海監督の映画すごく共感というか、いわゆるエンターテインメントとしてのその面白さっていうよりは、何かその見た人の心を動かす、そういう何か自分自身の何かを思い起こさせるエネルギーっていうのが、僕もやっぱりすごく音楽に大切な要素だと思ってるので、なんかそういう部分がなんかちょっと伝わったのであればとても嬉しいなとは思ってました。子供の頃から魚を飼うのがすごく好きで、魚というか水槽の中に箱庭のような世界をすごく多分作るのが好きだったんですよね。今の自分の音楽作ってる音楽とかもそうなんですけど、音楽を作曲するっていうよりは音っていう素材を使って自分なりのその世界を作るっていうことが多分すごく好きなんだと思うんですよね。なのでそういう水槽の中で魚を飼ったりとか水草を育てたりとか、何かそういうことがすごくつながってるような気がして、今家でも水槽をたくさん置いていろんな魚を飼ったりとかしてるんですけど、唯一の趣味というか音楽以外で自分がなんか没頭できるっていうのがそういうことで、だから何かその吉田フィッシュアームズに行って、魚を見たりとかお花を見たりとか木を見たりとかすることですごく気分が紛れるというか、音楽にとっても新しい方向性というか、次にどういうものを作ろうとか、そういう風に感じたりすることもあります。これまでオリジナルアルバムだと今7枚出してますね。でちょうど10年目を迎えて、やっぱりそれが全ての中心というか、常にそれを一番にやっぱり考えて作って、それを作ったものによって、例えばそれを広告の音楽だったりとか、映画の音楽だったり、そういうところに使われることももちろんお仕事としてはやっています。あと、音楽制作に関わるエンジニアリングも最近では盛んにやっています。なんかその自分が理想とする世界を何かその音楽で表現したいっていう気持ちはあって、やっぱり今までいろんな音楽、たくさんの音楽を聴いてきたけど、まだ何かその自分が本当に追い求めているものっていうのは何か聞いたことがない気がしてて、自分が本当に聴きたいものを自分自身で作りたいなっていうのが一つの夢ですね。だからまだまだその今までアルバムを7枚作りましたけど、まだそこには全然追いついてなくて、だからこれからもなんかそういう世界を目指して、なんか誰かのためとか聞いてもらえるためとか、売れるためとかそういうのではなくて、本当に自分自身のために自分が聴きたいものを作り上げるっていうのが一つの自分の人生をかけた仕事かなとは思っています。日本語なのかわかんないですけど、キッスの法則っていう言葉があって、僕がすごく好きな星新一さんっていうショートをずっと書いてきた作家さんがいるんですよね。その方がすごく言ってた言葉で Keep it simple, stupid っていう、単純にすることを考えろバカ野郎っていうような言葉なんですけど、僕の人生においてすごく大きな糧になってて、難しいことを難しいままやるんじゃなくて、難しいことをその簡単にできるような方法を考えるっていうのは、何か音楽を作る上でもそのいろんな仕事をこなしていく上でもすごく
自分が壁にぶち当たった時とかはその言葉を思い出して前に進むようにしています。